今日のテーマはダニング・クルーガー効果。人は知識や経験が浅いほど自分を過大評価しやすいんです。この動画ではその仕組みと日常に潜む例、そして今日からできる新しい自信の持ち方を紹介していきます。見終わる頃には自信と謙虚さのバランスが自然に取れるはずです。まずダニング・クルーガー効果とは何か。一言で言うと、能力が低い人ほど自分を高く評価し、能力が高い人ほど自分を低く見積もる心理の癖。例えば新しく始めた趣味で少し上達すると、自分結構才能があるかもと思ってしまう。でもさらに深く学ぶと、まだ全然知らないことがあると気づく。これがダニング・クルーガー効果です。仕事の場面でもよく見られます。新人のうちは自分でもできると感じやすい。でも経験が積むほど知らないことの多さが見えてくる。逆に実力のある人ほど周囲を見ているからこそ、まだまだ自分なんてと謙虚になる。この自信のズレがダニング・クルーガー効果の本質です。SNS や情報発信でもこの効果は顕著です。浅い知識で堂々と語る人の方が自信満々に見える。一方で専門家ほど言葉を選び慎重に話すから、なんだか弱気に見えてくる。結果、声の大きい人が目立ち、本当に信頼できる意見が埋もれてしまうこともあります。人間関係でも起こります。例えば議論の場で自分の意見が一番正しいと思い込んでしまう。他人の意見を聞く前に自分は理解していると錯覚してしまう。逆に知識や経験が豊富な人ほど、自分の見方が全てではないと考える。だから発言が控えめに見えるんです。それではなぜダニング・クルーガー効果が起こるのか。理由は自分の無知を認識する力が不足しているから。知識が浅いうちは自分がどこまで知らないのかを判断する材料が少ない。だから知らないことを知らない状態になる。もう一つは自信を守りたい心理。人は自分はできると思っていた方が安心できる。その安心感が現実の理解を歪めてしまうんです。次に放置するとどうなるのか。まず間違った意見が増えます。自分の理解に過信して他人の意見を受け入れなくなる。仕事ではミスが増え、学びのチャンスを逃す。SNS では浅い情報を拡散してしまう。人間関係では対話が噛み合わず衝突を生みやすい。つまり自信の過剰が成長の妨げになってしまうんです。ここからは今日からできる対策を3つ。1つ目はフィードバックをもらう。他人の視点を借りることで自分の盲点に気づけます。特に率直な意見をくれる人は貴重です。2つ目は知らないことリストを作る。できることだけではなく、わからないことを書き出す。これを続けると学びの余地が明確になり、根拠のある自信を育てることができます。3つ目は初心者マインドを持ち続ける。どんなに経験を積んでもまだ学べることがあると意識する。この姿勢が謙虚さと成長の両方を保ってくれます。状況別のミニテクもあります。
仕事なら定期的に第三者レビューをお願いする。SNS なら自信のある投稿ほど一晩寝かせて読み返す。人間関係なら相手の方が知っている前提で話を聞いてみる。要は自分の見え方を一歩引いてみるということが大切です。最後にまとめです。ダニング・クルーガー効果は誰にでも起こる自分の実力を正確に測れない心理。フィードバックをもらう。知らないことリストを作る。初心者マインドを持つ。この3つを意識すれば自信と謙虚さのバランスが整い、成長が加速します。まずはわからないことを一つ書き出すことから始めてみてください。次回はハインドサイトバイアス。出来事が起こった後に最初から分かっていた気がすると感じてしまう心理をニュースや人間関係の例で分かりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。